こんにちは。埼玉の片隅から釣り人の片隅さんです。今回は春に行きたい釣り場3選に続きまして、春の釣り5選をお届けします。春といえば桜、花見も兼ねて釣りというのもいいですね。ここは鶴ヶ島市運動公園大田ヶ谷沼ですね。この公園は桜もとても綺麗なんです。桜祭りも催されるようですね。3月の半ば、公園へ行ってみますと、水面にたくさんの漁網が出ていました。小魚が水面をわちゃわちゃやっている。これはもう釣れそうだということで、ワクワクしながら準備。1.8 メーターほどの竿で浮き釣りですね。このぐらいの仕掛け、使いやすい感じがしますね。餌は定番のタナゴグルテン、少量を使うのにとても便利です。木の枝で混ぜてるんですよね。付属のスプーンで混ぜるという方法もありますけれども、そのスプーン、湿り気が残っちゃうので入れ物に収納しづらい。なので他のものを使って混ぜることが多いんです。1投目から当たりがある魚が活発に泳いでいる感じ。早速2投目で釣れましたね。一旦ケースに入れた魚が飛び出してしまった。それぐらい元気。すぐ次が釣れてくる。これも口細ですね。ここの口細は他よりも平均的にやや大きめのが多いような気がしますね。岸辺から 1.5 メーターほど先が急に深く落ち込んでるんですね。だからその先を狙う。もうどんどん釣れますね。これも口細です。ちょっと行った時期が早いかなという気もしたんですけれども、この年暖かい日が結構続きましてね、それでどうだろうという気持ちもありました。行ってみたらもう入れ食いという感じでどんどん釣れる。ちょっと大ぶりなのが多いし、もう小物釣りの楽しさ再確認というそういう気持ちで釣ってみましたね。散歩をされている方も多いんですね。
で何度もお声掛けいただいたりしてます。皆さん、わあすごいねと、小さい魚がたくさん釣れてるのを見ておっしゃってくださるのでね、公園の釣りはそういう交流も時にはありますね。釣果は口細がたくさんです。続きまして、ここは埼玉県某沼。真冬に行っても何か釣れるですが、この桜のシーズンなども、ますます魚の活性が上がってきて、いろいろな魚が釣れるようになりますね。市販のタナゴ仕掛けにタナゴグルテンで手前側を狙う。最初から反応がいいですね。すぐに釣れました。口細ですね。目の横にまでラインがつながっている。水面に桜の花びらが浮かんでいるのも春を感じさせて風情があっていいですね。タナゴ、大陸バラタナゴが釣れました。杭の周りを狙ってますね。障害物周りを狙うというのは一つの情動というか、自分はそういう釣りよくやってますけれども、今度はタモロコが出ましたね。またタナゴが釣れました。これは産卵管が少し伸びたメスですね。これから初夏へ向けてオスは婚姻色でとてもきれいに色づいていきますね。今度はちょっと大きいのがかかったぞと。これ一瞬スレかなと思ったんですけれども、口にかかっていたその糸がですね、腹びれですかね、そちらの方に回って、引っかかるような感じになってたんですね。マブナ。この日の釣果、
オイカワ、クチボソ、タナゴ、タモロコ、フナ、いわゆる5目釣りですね。5種目達成ということになりました。桜をバックに魚たち、春という感じがしますね。場所が変わりまして、さいたま市別所沼公園、春の彩り。この日は自分にしては珍しく日曜日に釣りに行ったんですね。公園は親子連れなどでにぎわっていた。そして、お声掛けがあったんですけれどもね、どうも釣り大会を開催されていたようで、釣り人さんもたくさん小物釣りに興じていました。使う仕掛けは小さいプロペラ仕掛け。小さい針がついているんですね。このような感じ。手前側を狙って仕掛けを下ろしてます。早速1匹目、すぐに釣れました。意外と魚が小さめなんですよ。だから針が大きいと浮きは動くんだけれども、なかなかかからない、苦戦するという。口細がよく釣れますね。隣では親子3人で釣りをしています。この親子3人、家族で気軽に楽しめる場所、こちらから漏れ聞こえてきた声によりますと、浮きは動くけれどもなかなかかからないねと。ですので小さめの針を用意されるとより釣果が上がると思います。釣果はこのような口細がたくさんです。釣り大会では何百匹も釣る人がいらっしゃったようですね。場所が変わりました。ここは飯能市南小畔川。このチャンネルでは非常に多く訪れているポイントの一つです。この日は小雨が降ったり止んだり、春になって水量が増えたなという印象。
あの辺りたまりを狙いますね。撮影さんは傘を差しながらカメラを守りながら撮影です。自分は多少濡れても構わないという。下へ降りて釣りをするんですね。だんだん初夏過ぎてくると草がかなり生えて、下へ降りて釣りをするのがなかなか困難になる。だからこの時期、秋から春へかけてというそういうこの釣り方なんですけれどもね。かかったと思ったらバラシでした。釣れました。川むつですね。釣り場に行って上からこのたまりあたりを眺めると魚が泳いでるのが結構見えるんですね。それが見えないときは厳しいかなということもあるかと思いますけれども、このような自然の生き物を見ることもあります。この日はちょっと条件が悪かったのか、思ったほどの釣果は上げられませんでしたが、それでも魚がいることが分かって、また今年も釣れたということで満足して帰りました。これは秋に釣りをした時の様子ですね。このようにたくさん釣れる時ももちろんあります。さあ、また場所が変わりました。5つ目になりますね。蓮田市山の上沼です。以前冬に来た時は風がとにかく強くて、もう釣りにならない、とてもじゃないけれどもというような日でしたが、この日は若干風は出てきたものの、まず穏やかな春の日。小物釣り派としては狙うのはもうあの杭回りしかないだろうと、ここを狙ってくださいと言わんばかりに杭が並んでるんですね。
ほどなく1匹目が釣れました。釣れたのはタモロコですね。こういう広い沼とか池とかは風の影響を受けやすいので、釣りに行かれるときはその日の天気予報、風力予想なども、調べるとよりいいかと思いますけれども、またタモロコが釣れてますね。結構波立ってきちゃったので、ここで切り上げてます。タモロコ釣れました。広々とした景観で、とても気持ちのいい場所ですね。開放的な気分になりますね。さて、風は強まりましたけれども、この山の上沼の横に水路があるんです。こちら側は水路の壁が遮って風の影響が少ないんですね。冬に来た時はこの辺は水全然ありませんでしたけれども、水量が増えている。沼からの水の流れ込みのあたりを狙って釣りをしてみようと。水の流れのある場所は他に比べて活性が高まる、魚の活性が高まる場合が多いですね。流れに乗せるように仕掛けを落として、自然に流れていくような感じにして釣りをしています。釣れました。これはフナですね。次に釣れたのはこの魚、追い川ですね。追い川が釣れるとは思っていませんでしたね。水路の釣りもとても楽しい山の上沼。
この日の釣果です。船や追い川も混じりました。番外としまして、富士見市新河岸川放水路、こちらでの釣りをご紹介します。条件が悪かったのか、今一つ釣りの方は振るわずでしたけれども、この後伊佐沼の桜を見に行くんですよ。その桜がとても見事なので、この後最後までお楽しみください。川面に映る空の模様、浮きがゆっくりと流れている。心が穏やかになりますね。釣れました。スゴモロコですね。新河岸川放水路も自分は好きな釣り場です。いろいろな魚がたくさん釣れるんですけどもね、ここで風が出てきてしまってちょっと水面が見づらい。では伊佐沼の方へ移動しましょうかと。釣果はスゴモロコが2匹でしたけれども、春の釣りを楽しみました。これは伊佐沼の西側、ちょうど桜が満開でしたね。これはなかなか見事、圧巻の桜並木。駐車場はいっぱいでしたが、なんとか潜り込んで、今回は春の釣り5選お届けしました。いよいよ春の釣りシーズン到来ですね。今年はどんな魚に会えるでしょうか。ワクワクしますね。それでは埼玉の片隅からご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、高評価どうぞよろしくお願いします。